ナスは揚げずに焼いちゃいます。そしてお肉の余分な油もカット。夏はさっぱりしたものを食べたいと思うし、なるべく油も抑えたいですよね。そして海外に住むとなんか思ったようにこんな感じの材料整わないことありませんか？だから今回は割と手に入れやすいこちらのコチュジャンを使った麻婆ナスの作り方を皆さんに紹介します。はい、まずは野菜切っていきます。これナスですね。米ナスです。ヨーロッパで一番多く出回っているのはこのヘタが緑色の米ナスですね。はい、そしてこちらはスプリングオニオン。だいたいネギもどのスーパー行ってもこのぐらいの1束 100g 程度で売られています。まずネギは小口切りに細かく切っていきます。このネギの青い部分をちょっとだけ取っておきます。そしてナスはヘタ取ったらまず斜めの切り込みを細かく入れていきますね。あんまり深く入れすぎないこと。これをナスの周り4箇所に入れていきます。そしたら半割りにしてもう一回半割りして、このように縦長に全部で8等分にしていきます。そしたらさらに横に3等分、こんな感じのフォルムのナス作ったら、まな板の上に皮の面を下にして並べていきます。そしてこれはお塩ですね。ナス全体にだいたい2つまみぐらいパラパラっとまんべんなく振ります。そしたら 2,3 分置いておきましょう。ナスの表面が濡れてくるのでペーパータオルで拭います。こうやってナスに水分を放順させることによって油が染み込みにくくなるのと、ついでにアク抜きもしています。ナスを入れた袋の中に片栗粉を適量入れて振る。フライパンに油を敷いてナスを並べていきます。皮の面が下にならないようにしてください。これで蓋をして弱火でじっくり焼いていきます。そしてその間に合わせ調味料を作っていきます。これはチキンスープですね。その中にワイン、醤油、お酢、これがコチュジャンです。コチュジャンペーストをこの液の中によく溶かしましょう。今回なるべくシンプルな材料でレシピを作りたかったので、スパイスをコチュジャン一択にしてます。なので結構大人な辛さ、辛いものが苦手な方や小さなお子様だとちょっと辛すぎるかもしれません。なのでもしマイルドに仕上げたいという場合だったら、今回これを 40g 使用してますけど、その代わりにコチュジャン 20g、 お味噌 20g、 お砂糖 10g に置き換えても OK です。ナスに少し焼き色ついたらひっくり返していきましょう。また蓋してじっくり焼いていきます。でナスをチェック、こうやって指でつまんでみて柔らかければ OK。 そういったものをもう取り出してしまうと OK です。でまだちょっと硬いなっていうものがあれば追加で焼いていきます。ここでしっかりナスに火が通っているっていうのがとっても重要です。そしたらフライパンをペーパータオルできれいにしましょう。油少し敷いたらひき肉ドーンと入れます。お肉をほぐしながらフライパンに広げていきます。今回ひき肉はスーパーで豚と牛の合いびきしか売ってなかったのでそれ使っているんですけど、通常だったら豚肉 100% のひき肉を使います。でももっと低脂肪にさっぱり仕上げたいっていうんだったら鶏肉のひき肉でも OK。
そして強火で焼き付けていく感じ。少し焼き色がついたら混ぜて、フライパンに広げたらなるべくいじらないっていうことが重要。そうするとだんだんこんな感じで香ばしく焼き上がってきました。だいたいこのぐらい焼けたらお肉を1箇所に集めます。そしたらこうやって油が落ちるようにフライパンをもう一回傾けていきます。このままキープしていると油がこうやって溜まってくるので、ペーパータオルで余分な油を吸い取っていきます。こうすることによってお肉の余分な臭みとかも抜けるので食べやすくもなる。はい、これは千切りにした生姜とみじん切りのニンニク加えていきます。ニンニクと生姜のいい香りが上がってきたら、今度は刻んだネギを半分だけ加えます。そして炒めて、ここで合わせ調味料を投入していきます。そうしたらナス、ここでだいたい 3,4 分ぐらいナスに味が染み込むように煮込んでいきます。そしてこちらは水溶き片栗粉、片栗粉にも十分火が通ったら、そしたら火を止めて残りのネギを投入。そしたら全体を混ぜ合わせましょう。これで完成。最後に残しておいたおネギでトッピング。今回割とお肉たっぷり入ってるんですごいカロリーが低いってわけではないんですけど、従来の麻婆ナスに比べたら全然油の量は抑えてあるので、意外と見た目よりもさっぱりしてます。なのでこの夏のナスが美味しい時期にぜひ試してみてください。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。